やっぱね、日本っていう、国は世界の歴史でいうと、木との、森とか、木とかとの付き合いが一番長い国なんですよ。で、実のところ、明治維新がね、なかったらもっと続いたかもしれないね。で、明治維新によってね、そういう文化を実はなくなっちゃって、今の若い日本人も世界も忘れちゃってんだけれども、縄文時代から始まってね、弥生時代、で古墳時代にちょっと木の文化を廃るんだけれど、もう一回飛鳥時代からずっと江戸時代まで含めて全部、木の文化の国で、とりわけね、宮大工っていうのは自社建築だから、宗教とくっついちゃうわけね。で、宗教的な観点って何かと、日本の宗教の基本は、自然を崇拝するっていうことが基本だから。だから宮大工っていうのはもう常に、背景にある、自然、特に森との日本人が会話するね、なんていうかな、最大の、語り部っていうかね、言葉にするわけじゃないけど、建物として、表すっていうのは宮大工だと思う。もちろんね、西岡さんも言ってるけど、自社建築っていうのは木組みなんですよ。木組みはすごいのは当たり前なわけ。だけど、三岡さんは、西岡さんはよく言ってるけれども、木組みより大切なのは人組みだって言ってるわけよ。だから人それぞれの個性があって、木それぞれの個性がある。その個性を、棟梁が、監督だよね。監督として組み立てる。それは僕、野球やってたから、野球の監督ともよく似てんだ。ピッチャーもいれば野手もいる。それからね、バッターでもいろんなタイプがいる。それをうまく組み合わせる。そこが、意外とすごいところ。技術もすごいんだよ。技術の話よりは細かいこといっぱいあるんだけど、技術だけじゃなくて人を組むっていうところがすごいところだと思う。技術と一緒に、人と人をどうつなぐか。で、人の個性をどう見抜くかみたいのはね、それは建築っていう形で、一つのものにしていく。そこがやっぱすごいと思うよ。木と金属を使うと何が起こるかって、金属の圧倒的に硬いわけですよ。だから金属は鉄でも意外と長持ち、錆びちゃうとダメなわけ。木と木とつなぐと実のところ、燃えたりね、あんまり湿気が多くて腐らない限りは、意外と長持ちするんですよ。で、実際法隆寺は1400年ぐらい持ってるっていうこともあるから、その木と木をつなぐときに、木は縦方向と横方向と強度が全く違うから、で、なおかつ生き物。伸びたり縮んだりもする。縦方向には伸びたり縮んだりしないんだけど、横方向にはものすごく伸びたり縮んだりする。それを頭に入れながら組むっていうところが、技術的な大変さを、長年の中で作ってきたわけだな。それがものとして長持ちするってこともつながる。でそれがさっき言ったように人と人の組み合わせにもつながるっていうことだと思いますよ。そういうのって海外にはないないことはないんだよ。ないことはないけれど、日本は特にね、湿気が多い国あって、で、四季がで、四季折々気温も違えば湿度も違う。それから土が中に細菌がいっぱいいる。っていうから、ある意味で腐りやすい国なんですよ。で、腐りやすい国で生き物でなおかつ腐りやすい木を使う。それを長持ちさせるためには、それを防ぐために。で、さっき言ったように生き物である木をさ、殺さないようにしながらなおかつ長持ちさせるって方法を編み出したんだな。それはとっても難しい問題で、何かっつうとね、明治維新以降、日本の文化も全部変わったわけ。
でところがもっと言うと産業革命以降特に変わったんだよ。日本だけじゃなく世界も。でその変わったのの最大の問題は何かっつうと、宗教に変わってね、近代合理主義って言われてる、デカルトっていう人が始めた二元論って言うんだけどね、精神と物質は全然別のもんだっていう考え方。それから時間と空間は永遠の彼方まであってね、で人間は、科学的なことをなんだかないろいろ研究すれば、永遠のなんていうか建物とか永遠の幸福が来るっていうような、これラプラスの悪魔っていうんだけどね、ナポレオンがね、我が辞書に不可能はないって言ったのは実はナポレオンが言ったんじゃなくてラプラスっていう御用学者が言ったんだよ。数学者であれ物理学者なんだけど、この人が未来は自分で決定できると。っていうふうに言い始めたことによって、その悪い影響で、結局その生き物を生き物として使うような建築じゃなくて、永遠に持つ建築を作るの方がよりいいんだっていうふうになった。ところが永遠に持つ建築なんか実はできないんだよ。だからそこの間違い。だから本当に言うと、宮大工をもう一回再生するためにはラプラスの悪魔って言われてるね、近代科学による永遠主義っていうのを一回ぶっ壊しとかなきゃダメなんだよ。これ嘘だったの。現代物理でも相対論と量子力学っていうのをよく考えれば、そんな永遠のね、未来なんて未来永劫に残るものなんてできっこないわけ。全部あらゆるものは生まれて死ぬんだよね。で宮大工は生まれて死ぬ中でいかに長持ちさせながら生きながらね、つないでいくかってことを考えてる。それに対して、近代の建築っていうのは永遠のものを作ろうと思ってんだけど、実際壊れてるわけだよ。地震でも壊れたしね。だからその辺のところの考え方の基本が違うから、本当の意味で宮大工を現代に蘇らせようとすると、今教えている学校の教育をもう根本から変えなきゃダメ。中学高校で教えていることは大体ラプラスの悪魔を一生懸命ね教えちゃってるから、それから大学でもほとんどのところはそれこそアズビー・ブラウンさんぐらいしかその辺のところを頭に入れてる先生もいなくなっちゃってるからね、そういうやっぱ教育を根底と変えるっていうことが一番重要だと思う。